はい、伊丹ローズガーデンの広沢です。今日は10月の25日、奈良県の広陵町の方へ1ヶ月半ぶりぐらいで来たんですけれども、来てみてちょっとびっくりでね、ベト病が出てまして、ここに来て3年ぐらいになるんですけれども、初めてベト病が出ました。で、平地ではねほとんど出ることのない病気なんですけれども、かなり被害がたくさん出てるんで、この状況をシェアしたいと思います。この株がね、手前アイスバーグのつるなんですけれども、これがかなりひどくて、もう葉っぱが3分の2ぐらい落ちてる状態になってるんですね。それからね、こちらがちょっと影になって分かりにくいかな。こちらのややこしいですね。この壁面奥なんですけども、この株がエグランタイン雅子さんですね。これもね、どうもこの壁面が西向きなのかな。だから日当たりがね非常に良くない状態で、しかも角っこで風通しもあんまり良くないのかなという感じで、これもねエグランタインもかなり葉っぱを落としてます。でその左側のオベリスクに誘引してあるんですけども、これはバロンジロードランで、下の方はかなり葉っぱを落としてるんですけれども、上の方はまだね、風通しがいいのと日当たりもすごく上の方はいいので、平気でわさわさ茂ってるっていうような状態ですね。こちらが低いフェンスに当てるクレアオースチンです。これも半分より下の方がかなり葉っぱを落としちゃってるっていう状態です。やはり足元にね、もう地面が全然見えないぐらいいろんな草花が植わってまして、これがねもう夏の間中ずっと腰の高さぐらいまで生い茂った状態で、やっぱりそれによって風通しが悪いのと、全体的にこの植え床が湿度が上がるんですね。ベト病は湿度が高くて気温が低い状態で、しかも風がない時にね一気に広がって緑のまま葉っぱがバサバサっと落ちる病気なので、やっぱり足元にいろいろ植えてあるのも一つの原因かなと思います。今は午前10時ぐらいですかね。まだ日当たってるんですけれども、ここも大きい木の下なんですね。オリーブの木がありまして、最近かなり短く剪定されたようなんですけども、これがねわーってもう空を覆うように育ってまして、この下でほとんど日が当たらないかなっていうような環境なので、やっぱり湿度が上がるんですね。で特に夜ね寒くなって、でベトが出てっていう感じですね。ベト病にかかって残った葉っぱはねこんな感じで紫の斑点が出るんですね。ほとんどの葉っぱが緑のまんまもうわーっとこうやって落ちて枝だけになっちゃうっていう状態なんですけれども、こんな感じですね。黒点病にねすごいよく似てるんですけれども、ちょっとやっぱり出方が違うんですよね。全体的にこう細かいシミのような斑点が出るんですね。葉脈に沿っていたりいなかったりっていう感じで、黒点病とはねちょっとこう出方が違うでしょう。こうなんていうかな、シャバシャバっとしたというかでもう緑のまんまね葉っぱがこうバラバラ落ちて、で丸裸になっちゃうっていう病気ですね。その足元にこうやって草がねやっぱり生い茂ってたりすると、余計ね湿度が上がった状態になって、で夜寒くなった時に一気に広がりますね。普通ね黒点病だと黄色くなったり黒くなったりして、下の方からパラパラ落ちていくんですけど、ベトの場合はね葉っぱ落ちる時は緑のまんまバラバラ落ちます。で下が緑の絨毯になるっていう感じですね。残った葉っぱはこんな感じのねシミが残ります。このベト病への対応なんですけれども、まずはね株元とか、鉢の場合土の表面に生えた草を引いて、できるだけ乾くようにしましょう。ベト病は黒点病と同じように糸状筋
カビ菌による病気で、この病葉から胞子が飛んで伝染していくので、下に落ちた葉っぱもきれいに掃除しておきましょう。皮がむけてきてる、何年も経って、これはスタンダードなんですけどね、もう何年も経つと表面の皮が浮き上がってくるんですよね。でその中にね、こうやって貝殻虫が結構お家にしはるんですよね。なので、できるだけあんまりね無理に引き剥がす必要はないんですけども、ポロポロ取れるのはちょっときれいに取って掃除しといた方がいいですね。貝殻虫と、あとね肌にもこれからもう寒くなってくるとね、こういうなんていうかな、影になった部分でね、ちょっとこう風の当たらないような隙間で越冬しはりますからね。こういう紐を結えた裏側とかね、ここはほとんど肌にないんですけども、肌に出たところはね、ちょっとそういうところも注意した方がいいですね。ここまで丸坊主になってしまうとね、ちょっと新芽出てきてるんですけども、少し上の方で切ってね、芽がこうもう伸びかかってるところで切って新芽を早く出してあげないと、もうこれからねあんまり葉っぱ展開しないですから、葉っぱから水分を、寒くなってくるとね、葉っぱから水分を蒸発して、それで枝の水分を減らしていくんですね。でそうすることによって寒くなってもね、枝が凍らない、自分が凍らないようにするんですけども、それを休眠っていうんですね。だからもうあんまり短くこの時期はね切らずに、これから出てくる新芽ですよね。でそれでその葉っぱで水分を蒸発させて休眠していくしかないんで、このままね葉っぱがない状態で冬を迎えると、非常に枝がこう柔らかいみずみずしいね、水分の多い状態で冬を迎えて、寒さに当たるとカラコンできますからね。早くこの辺ちょろちょろっとね芽が伸び出してきてるんで、まだ10月ですから、少し芽は伸びてくれると思うんですけども、今切ったように花芽ついてたらね、もうそれは取ってしまって、とにかく葉っぱを少しでもね出してもらって、休眠できるようにしてあげないといけないですね。ベトの場合ね、黒点と違ってこういうふうにね、これ見てもらったら分かるんですけどね、なんていうかな、とろけるような感じになるんですよね、葉っぱが。それでバラ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 緑のまんま葉っぱが落ちるという、ひどいとこうやって全部葉っぱ落ちてしまいますんでね、こうなると秋にこうなってしまうと休眠がなかなか進まないので、冬にすごい枯れ込みやすくなりますね。黒点病と一緒で、こうやってもうポロッとね簡単に取れる葉っぱは取っておきましょう。まだしっかりついてる葉っぱは光合成してますからね、生きてるんで取ったらダメですよ。
黒点病になったらもう葉っぱ全部取ってしまえっていうね、無謀なことを言い張る専門家いらっしゃるんですけども、絶対それやったらダメですね。とにかく葉っぱソーラーパネルなんで、これで光合成をして育っていくということなんでね。でこれからの時期は葉っぱから水分を蒸発して休眠かけていくんで、無理に絶対葉っぱ取ったらダメですね。なんか話によると強制休眠とか言ってね、葉っぱを全部この時期に蝕ってしまうっていう恐ろしく無謀なことをされる方がいらっしゃるようなんですけれども、休眠っていうのは枝の水分を減らして樹液を濃くして、それで寒くなっても枝が凍らないようにするっていう、寒さに備えて準備するのが休眠なんですね。で冬の間そういう形でじっと樹液を濃くした状態でじっとしていて、で気温が上がってくる、日照時間が長くなってくるっていう季節を感じて、また水を徐々に上げていくっていうサイクルですので、決してね今の時期に葉っぱをむしり取るっていうことはしたらダメですよ。逆効果です。休眠浅くなってで枝枯れ込みやすくなります。みずみずしいままね寒い冬を迎えるということになってしまいますので、バラにとってはものすごく過酷な環境にすることになりますんでね。だからこれからねもう花が終わったら一番その枝のね一番上花と、その下の葉っぱ1枚ぐらいちょんと切ってね、できるだけ葉っぱたくさん残した状態で休眠させていくっていうのが理想ですね。だからこうやってね病気で葉っぱを落としてしまうとねしょうがないので、新芽新しい葉っぱ展開してもらって、でそれでなんとか休眠かけていくっていうことになりますのでね。ある意味ホームセンターで売ってる裸苗なんかも同じような感じなんですけどね。ちょっともうこのマルチングごと取ってしまいます。できるだけ乾くように。でね、これ置いてる地面もねグラウンドカバーが生い茂ってて、もうねびっちゃびちゃなんですよ。膝つきするともうズボンびちゃびちゃになります。で葉っぱがその上に堆積してえらいことになってますね。でこれだけ葉っぱがねたくさん落ちてると、今度安手がもう丸々と取ってね、安手がいっぱい出てますね。でまた踏むと臭いしね。これだけね落ち葉が堆積していると土はびっちゃびちゃです。で落ち葉は乾いた状態で見えるんで、水がね土乾いてるように見えるんですけど、実は落ち葉の下はびっちゃびちゃで土必要以上に湿った状態で、下手すると根腐れしてしまいそうな状態ですね。で元よりその株元付近の湿度は上がってますんでね、バラバラと葉っぱが落ちてきます。これね去年土替えの動画を撮った株なんですけども、根頭岩種病が出てまして、もう3年前からずっとなんですけども、毎年撮って、去年は岩種がなかったんかな。で今年はまたちょっと出てきてる感じで、今年はシュートが伸び出してないですね。ちょっと過失になってるっていうことで、根っこがうまく伸びてない、土が過失状態で育ってないっていうのもあるかもしれないですけども、ちょっと寂しい状態ですね。花芽もまだついてないですね。全部ブラインド、木剪定はしたんですけどね、全部ブラインドっぽい感じですね。例年秋結構ね長い間香りのいい花がそんなにたくさんじゃないんだけども咲いてくれてたんですけど、今年はちょっと寂しい状態で岩種病が出てるんで、ちょっと取ってみましょうか。今の時期ねまだ葉っぱがあるんでごそっと抜いて取るっていうわけにいかないですから、もうこの地際で見えてる部分だけしかね処理できないですけれども、
この根頭眼種病っていうのはね、土の中にいる細菌アグロバクテリウムツメファシエンスっていう細菌が引き起こす症状ですので、ネット上でもコブの中にウイルスがいるようなことを書いてる人もいるみたいですけども、専門家でもね勘違いしてある人おるんですけども、これ別にウイルスが引き起こしてることじゃなくって、細菌がこの根っこの細胞を遺伝子組み換えしよるんですよね。それで植物ホルモンが異常に出て、でバラの細胞が無節操に膨らむっていうのが根頭眼種病のメカニズムですね。なので、植物ホルモンが出てるっていうことで感染株発病する前は逆によく大きく育つ場合が多いんですよね。で発病してコブができると土に栄養取られちゃって、で育ちが悪くなるっていう病気なんで、こうやってコブが大きくなってきたらコブを取って、要は遺伝子組み換えされた細胞が全部なくなってしまえばもうコブは出なくなるっていう単純なもんなんですけどもね、新たにね感染しない限り、新しい土で植えてたら感染する確率は低いと思うんですけどもね、そんな感じでこうやって見えるとこだけでも成長期でも気がついた時にね、土替えする時にきれいに取ってやるとかいう感じでやれば、またうまく成長してくれる場合が多いんですけどもね、今回そんなに大きくなくてね、こんだけですね。眼種病よりはるかにねベトの方が怖い病気でね、葉っぱ落としますからね、難儀です。はい、それではベト病の治療と新たな感染を予防する予防薬を散布しておきます。で一緒にアミノ酸系活性剤のプラス10と殺虫剤も定期散布兼ねて入れてます。というわけで、今日はベト病が出た時の対処についてシェアしました。それではまた。